最近政府がこうブロックして通話ができなくなっちゃったんで、ね、もう何でもブロックされました、ね、2018年に変わったと思う。 18% だったんだけど 20% になって今は 22% にするって22% にする？マジニュかよ。ースが出てきて、というわけで久しぶりです。前回ね、夏だっけ、もうちょっと前か、一緒に、ロシアの状況について話したんですけど、久しぶりにまたやってみたいと思います。というわけで、パラレルワードにようこそ。ちょっと簡単に自己紹介してよ。私は日本に10年間住んでました、日本の小学校と中学校に行って、あとはロシア大使館の学校に通ってて、日本のね。そうです、日本で。で、大学はモスクワ大学を卒業して、今はロシアの政府のオルガニゼーションで働いてます。なんかプロモーション関係だっけ？そうですね、プロモーション PR。じゃあそしたらロシア政府の人？そういうこと？まあそうかもしれないね。そっか。じゃあロシア政府の宣伝を担当してるっていうこと？ロシアのテクノロジーのなんかどう進んでるかをできるだけ良い目で見られるために、そういうプロモーションとかを考えてる。じゃあ将来はなんかロシアの国のために働きたいとか政治家になりたいとかそういう考え？政治家になりたい気持ちはないけど、まあ今みたいに別に政治がやっているいいプロジェクトに参加したい。なるほどね。どっちかっていうとあれなんだね、愛国主義な感じなんだね。そう、愛国主義。そう。わかりました。というわけで、立場も分かったところで、どうですか、最近ロシア、あれから、ちょっと時間経ったけども、ホワイトカラーの仕事は見つけにくいとかそういう話をしたんだけど。そう、それは今でも同じ感じで、あとはニュースによると最近インターネットがもっと厳しくなって厳しくなったね。そう、インターネット、テレグラムとか使いにくくて電話できないじゃん。あと、WhatsApp も電話できないし、あと VPN もなんかいつも新しい VPN を電話の中入れてるんだけど、それがいつもなんか罰になっちゃって、アップストアから消えて、いろんな原因でもう使えなくなっちゃって、また新しいのを探さないといけないのがもうすごいムカつく。そうだよね。最初言ったテレグラムと WhatsApp っていうのはロシアで使われている、通話アプリですね。日本で言ったら LINE、韓国で言ったらカカオトーク、中国で言ったら WeChat みたいなアプリなんですけど、最近なんか政府がこうブロックして通話ができなくなっちゃったんだよね。もう何でもブロックされました、テキストはできるけど通話できない。で、じゃあどうやって電話してんの？普通の前みたいにアプリがそういうアプリがなかった時みたいな感じで普通に電話ライン使って、普通になんかここのソフトバンクみたいな会社に払って、普通に何分話したかそれで、すごいなんか昔の話みたいじゃん。それとさっき言った VPN っていうのは、バーチャルプライベートネットワークって言って、ロシアにいながらも日本とかドイツとか別の国からつないでるように偽装することで、普通にロシアで規制されてるアプリが使えるようになるっていうことなんだけど、それもねどんどんブロックされて大変。そうだよね。あと俺この間びっくりしたんだけど、モスクワからボロネジに行ったんだよ。ボロネジ。もっと南行ったんだけど、ボロネジに行った時点でボロネジは全部街がインターネット使えなかったよ。そうだよ。あとはラストフナダノっていう街があって、お父さんのとこ行った時に、そこで何時間かいたんだけど、その時全然インターネットが使えなくてびっくりしたよ俺。ゼロだよ、ゼロ。いやゼロだから俺ナビが効かなくて自分のホテルの場所もわからないし、街から出る方法もわかんなくなっちゃった。そうだよ、めっちゃやばい。私は一つの電車から違う電車に乗り換えだった街、でその時に何時間かあったから、夕飯に行こうって思って、
で前もって地図を見てちょっと覚えたの、どう行けばいいか、だけど結局もう駅頭から出たらちょっと道わかんなくなって、でナビを使えないし、ナビを使えなかったらタクシーも呼べないの、そしてもうすごい長い間普通に歩いて散歩して人に聞いて、結局レストランにたどり着いたんだけど、レストランから出たらもう時間がピンチになってどうしようって思って、もう暗いしどこにいるかわかんないし、普通はタクシーを呼んで普通に行けるはずだったんだけど、タクシー呼べないの。結局どうなったかっていうと、普通に歩いて、適当なバス停を見つけて、でなんか急にインターネットをちょっとだけ使えたの。そのちょっとだけ使えた途端に早くタクシーを呼んで、結局まあ行けたんだけどめっちゃ大変だった。大変だよね。俺はねブッキングで宿を予約してたんだけど、そこに行き方が分かんなくなっちゃって、インターネットないから、で近くなんとなくここかなっていうところまで行って、もうどうしよう、本当に場所分かんない、自分がいる場所も分からない、インターネットも繋がらない、何もできないってなっちゃって、しょうがないからその辺で止めて、近くにホテルがあったんだよ、結構大きい有名なホテル、アジムトかな、アジムト、でそこの中入って受付の人に、すいませんちょっともう場所が分かんないんで住所教えてください、ちなみに Wi-Fi ありますかって言ったらWi-Fi あるって言うからじゃあつながしてくださいって言って Wi-Fi につないで、なんとか場所分かって、それで地図をね手で書いてだってさ、インターネットそこで繋がっても外出たら繋がんないじゃん。そこで地図書いて、ここのストリートでって言って、それでやっとホテル着いて、90年代思い出したね。そういえば昔って地図見ながら動いてたなと思って。すごいね。私はそういう時代に生きてないから分かんないけど、まあ大体想像できる。そう一応ね Wi-Fi あるのは良かったけど、でも本当にモバイルインターネットないってびっくりしたね。でもあれだね、もう大体ウクライナ国境とかはみんなそういう風になってるみたいな。みんなそういう風もう何年も。私そこの町に住んでないから分かんないけど、まあなんか慣れてるって聞いたことある。じゃあもうみんなそうだね。だって昔はそうやって生きてたわけだからさ。そう、別に慣れれば道を覚えればいいんだ。とにかく昔みたいな生活をしてるってことだよね。面白いね。タイムマシンがロシアに来ると体験できるということで、バーリアは結構ね愛国者だけど、そういうロシアの状況に関しては、いやーそれはもちろん悲しむよ。悲しむし、たまにムカつくし、ムカついてる。まあでもしょうがないっていう気持ちもあるし、国境の近くで多分まあドローン対策とかのためになるのかな。そう、それが第一の原因。それとあとでもさ、怖いのはモスクワでもさ、ちょっとイベントがある日はいきなりモバイルインターネットシャットダウンされちゃうじゃん。そうね、普通にシャットダウンされちゃうじゃん。そうだからそれちょっと怖いよね。ちょっとその政府がいつでも止めたかったら止められちゃう、でそれがもう当たり前になってる、それはちょっと怖い。いやなんか外国でもよくそういうテクノロジーを扱っているのも聞いたことあるから、まあロシアだけじゃないなって思う。じゃあインターネット環境ではそんな感じね。電話が普通の電話じゃないとお電話かけられない。今んとこはそう。今んとこはね。なんかロシア政府のアプリがあるんでしょ。本当はそれ使わせたいんでしょ。ロシア政府のそうだね。ロシア政府のアプリができました。マックスっていう。マックスって言うんだ。なんでマックスかっていうと知ってる？知らない？マクシムとかじゃないよ。マックスはМинистр цифрового развития、わかる？そのインターネットのミニストラの一番上の人、そのミニストラの名前がマクス・シャダエフ。彼の名前がそうだからマックスになったらしいって元の同僚から聞いた。
するんですけど、誰が使ってんの？マジで俺使ってる人一回も見たことないし、そのマックスっていう名前を知ってる人もあんまいないんじゃない？バーリアが俺知ってるのびっくりした。俺知らなかったけど。みんな知ってるんだけどあ、そうなの？誰も使ってない。私、まあ使ってないよ。私の友達とかマジで使ってない。使わない。だって使いたくないじゃん。なんか全部情報取られそうな感じだから。まあ全部取られてるけど、もっと取られそうだね。でも何がおかしいかと思うのは、マックスって英語で書いてるじゃん。マックス。だけど政府が作ったメッセンジャーじゃん。なんかすごくロシア系なメッセンジャー。そしたらなんで英語の名前を使うの？何？マックスって X？ 最後。X だよ。ああ、それはじゃあ英語だね。おかしいじゃん。そんなにロシアだったら、そう、MAKS だったら、KS だったらロシア。だけど英語だよ。それがおかしいと思って、なんかそんなロシアのすごく独立なメッセンジャーを、作ったんだったら、なんかすごくロシアっぽい名前だったらまだわかるけど、でもおかしい。通訳するね。これがティピカルロシア。だから灰色のビルディングで一つの建物も大きくて刑務所みたい、そういうこと？そうそうそう。いや今もだって外の景色見てみよう。まっすぐ先に見えるのがウクライナホテルって言って、スターリン様式のビルね。今4時8分。4時8分。めちゃくちゃ暗い。しかもさ、こんな真っ暗っていうか灰色だよね全部。そう。車も汚れてて、なんだろう、空が灰色で全部が汚れてるみたいに見える。そう。さっきはそのインターネット通信とかそのいろんな規制がどんどん厳しくなってるという話があって、まあ確かにそれね困るんだけど、それ以外経済の話と経済、要はさ、その最近ねロシアの経済もやばいんじゃないかっていうのが、言われてるんだけど、実際それをバーリアは感じるかっていう。すごく感じる。すごく感じる。そう。なんか値段が上がるのが早すぎて、マーケットプレイス、でなんか買うじゃん。それはアマゾンとかそういうの。そうそう。まあロシアだとオゾンとワイルドベリーズとかね。私はだいたいオゾンかワイルドベリーズで買う。で買った製品をヒストリーを開いて何を買ったか見れるの。で値段も見れるの。そうだね。でなんかあるものはいつも買うじゃん。そうね。まあなんか家庭で使うものとか、それを新しいのを探すのめんどくさいから、もうなんかある好きなブランドがあって、買ったのを開いてそれをまた注文するんだけど、いつも注文するときに値段がどんどん上がってきて、なんか2年前に注文してたものを見ると、値段がもう2倍変わってる。2倍上がった。そう。それとか、あとまあもちろんカフェとかレストランとか、それも全部、なんか持ってくる食べ物の量が少なくなって値段が上がった。特に何にも食べてないのにすごいいっぱいお金払った。それで電車ももちろんいつも高くなってて、ロシアって広いから電車も高くなってるんだ。電車っていうかモスクワから、まあ、ベルグラドとかの電車、国内の。なるほどね。ちょっと長距離の電車のチケットね。そうおばあちゃんのために行くときに、おばあちゃんに行くときに電車使うんだけど、その何年か前に2000ルーブルで片方行けたんだけど、今は安い電車だと3000ルーブルで、もうちょっといい電車は4000ルーブル。古い電車はもう今本当にやばいから使いたくなくて、新しい電車で行くの。だから4000ルーブルになって、
まあとにかく給料がそんな早く上がらないの。うんその値段に追いつかれない。値段、まあインフレに応じて給料が同じように上がってないから、そその出費がどんどん増えてってる。う。そうそうそう。貯金もできない。しかも、2日前にニュースを読んでたら、やばいって思ったニュースが、税金。付加価値税。VAT ね。そうそうそう。日本だったら消費税ね。消費税。消費税。日本の消費税って何パー？10% だっけ？ 10%？ うん。日本はね、10% でも高いって言われてるんだけど、ロシア 20% だよね。10%？10% だよ。マジ 10% だったか。確か10% だったよ。ロシアは前は 18% だったんだけど、まあ前っていうか、いつまでだっけ？確か2018年に変わったと思う。2018年までは 18% だったんだけど、20% になって、で今は 22% にするって 22% にする？マジかよ。ニュースが出てきて、やばい。会社のオーナーたちがみんなどうするって。もう意味わかんない。ロシアってさ、資源がある国でしょ？資源だってオイルガスがあるんでしょ？ある。なんでそういうなんかリッチな国がそんなたくさん税金取らなきゃいけないの？しかもオイルの会社今ピンチになってて、なんかある政府が国民みんな払えって言ってたんだよ。今マイナスになってて、そのでかい会社が。だってそので普通の人が金を払えって。利益が全部一部の人に行っちゃってるからでしょうか。普通に考えて。だからコウさんのオーナーとして、そういうニュースは当たるでしょ。ビジネスに。まあもちろんそれは大変なニュースだよ。20% から 22% はやばい。大体計算がめんどくさくなるし。まあとにかく材料を買うときにさ、何でも値段が変わるじゃん。なんでそんなお金ないの？政府は。ごまかしてるよ。まあね、当然ね、お金いろんなところに使ってるからね。そう。あとね、罰金高くなったね。罰金高くなったの。何でも。道路罰金とか、前はそんな高くなくて、スピード違反で500ルーブルだったの。しかもね、すっごい厳しくなってるの。どんどん。厳しくなって、値段が高くなって、前はスピード違反で500ルーブル払えば全然平気だったんだけど、今は確か2倍高くなって、あと前はその罰金を早く払うと 50% オフで払える。今は 50% オフじゃなくて 25% そうなんだ。そっか。俺罰金いっぱいあるんだけどちゃんと値段見てないんで気づかなかったけど、でもその高くなってるね。でロシアって日本と違ってもうカメラで全部このナンバー読んで罰金取ってるんで、もうバンバン取られるんですよ。でスピードだけじゃなくてちょっとこう白線を越えたとか何でも取られる。そう、何でも取られるし、これもう無理でしょみたいなの、こういかないとダメでしょっていうのすごい厳しいので、簡単に取られちゃって、あと駐車違反もみたいなところで取られちゃったりして、そう気づかなかった、ここってダメだったんだみたいのでカメラで撮られて、しかもなんかわざとそういう場所を作って人からお金を取るような気がしない？いや、そんな気がしてる。俺はこれ違反をなくすためじゃなくて普通に儲けるために罰金も取っちゃってると思う。そういう感じがある。そういう感じあるよね。そうだから罰金も道路だけじゃなくて、どんなことについても、罰金がもう高くなって、あとはもちろんメトロとかバス代も、前はね、メトロの値段変わりがいつも12月だったの。1年に1回12月、まあもちろん年明け前に、インフレを数えて新しい値段を出してた。今は去年と今年、1年に2回値段が変わった。前はいつも1年に1回だったけどね。
あとは銀行のカードを使うときにいろんなボーナスがあるじゃん。キャッシュバックとか、なんかなんとかオフとか、まあいろいろ。それね、私も使ってて、要はお金使うじゃん。で使った60ルーブルを使うと1ボーナスをもらえるの。1ミリ。でその後はそのミリを使ってマイルそれのマイルを使ってなんか買うことができたり、チケットも買えるし、まあとにかくすごくいいなって思って使い始めたの。で毎月私はまあ大体700、800マイルを数えてたの。で最近なんかもっと少なく稼げるようになってケチになっちゃったんだ。なんでだろうって思って、だって使ってるお金は前と一緒だし、さらにもっと使うようになったと思うし、なんだろうって思ってルールを見たら、ルールが変わって、そう前が60ルーブルが 1マイルだったんだけど、今は100ルーブルになっちゃったの。100ルーブルを使えば1マイルをもらえる。結構違うね。全然違うじゃん。だいたい2倍使わないといけないじゃん。同じボーナスをもらうために。そこもケチになって、もうさ、パン以外に何も食べられないような状態になるかもしれないじゃん。もうそろそろやめてほしいっていう声は増えてるの？それとも別に変わらない？いや、前も多かったし、今も多いし、もちろんみんなもう何かが変わってほしい。でもあんまりなんか公式に言えないじゃん、それ。なんか言おうとしたら悪い目に遭いそうだから、お互い同士で話し合って、そうやって自分の意見を伝わって、結局ネットとかであんまり何も書かないことにしてる。もちろん書いてる人もいるんだけど、自分のアカウントじゃなくてなんか変なアカウントを使って書いたり、自分が匿名でわからないように。まあそれでもリスクだからやってる人は少ない。じゃあやっぱロシアの人みんな疲れてるね。疲れてるよ、もちろん。しかもこういう天気だし。これが今4時23分。4時23分。というわけで、まあどんどんね制限は増えてるし、経済的にも前よりさらに厳しくなって、結構人々は疲れてるっていうね、現実の話ですね。そうです。じゃあもう最後に一応ね、なんか良くなったこととかいいこと、国が、頑張っている、エリアが増えた。まあそうだね、国産化は進んでるよね。前はなんかどうでもよかった分野がいっぱいあって、で普通の人が何も知らなかったの、どうなってるのか。まあ知ってたのは大体スポーツとか、私たちのチャンピオン、まあ、それはもちろん誰でも知ってるでしょう。チャンピオンとか歌手とか、でもあんま国際的に知られている歌手っていなかったよね。まあ本当にテレビでしか見れないような情報だけみんな知ってたんだけど、今は普通の国民はそれ以外にもいろいろなことを知ってて、自分でいろいろと外の情報を取るような能力がで、スポーツのチャンピオン以外にも、なんかロシアはどこで進めているかって普通の人に聞いたら、まあ結構知ってる人が多い。まあなんかテクノロジーとかで何かができた、あとファッションブランドもなんか、結構よくいけたのと、ロシアのファッションブランドも強くなった。そう、あとはインフラストラクチャー、バスが良くなってるし、モスクワ以外にも、まあ小さな町でもちょっとずつ変わってるから、そこもいいって思っている人が多い。またじゃあ次回別のトピックで話しようか。実はね、夏にバーリアのお家訪問をしたんですよ。そうで、そのビデオ俺まだ上げてないので、この、バーリアのね、どういうところに住んでるか興味ある人はこの後アップロードしますので、ぜひ見てください。
というわけで、ありがとうございました。もし、面白いなとか思って、何か聞きたいこととかあったらぜひコメントください。じゃあ答えます。はい。じゃあありがとうございました。じゃあね。またね。